皆さんこんにちは。競馬予想のチャンネル、ヌーの競馬場です。このチャンネルでは独自の予想メソッドを使って主に Win5 の予想および Win5 対象レースの馬券予想を公開しております。今回も独自の期待値グラフを駆使して人気に惑わされない攻めた競馬予想をしていきます。ちなみにこの予想は AI 予想ではありません。人間の予想です。ヌーの競馬場をご覧いただき、皆さんの的中に近づけたらと思います。それでは今日も一緒に競馬予想を楽しみましょう。さて、まずはヌーの競馬場独自の期待値グラフについて簡単にご説明します。出走馬のさまざまな要素を独自の予想メソッドに基づき分析しています。そしてこのデータをもとにグラフ化して期待値の高い馬を推奨候補として残します。その中から二重丸、丸、黒三角と抑え評価の馬を2頭、さらに Win5 の推奨馬をご紹介いたします。これが各馬の期待値グラフです。下から上に向かって期待値がぐんぐん上がっていきます。この赤い点線より上が1着の期待値が高い馬になります。丸印は今回と同じ距離の印になります。今回予想するレースは2024年7月28日のアイビスサマーダッシュ、クイーンステークスを含む Win5 が対象になっている5つのレースです。新潟競馬場は猛暑対策でレースの時間がだいぶ変わってるので気をつけてください。それでは予想に移りましょう。はじめに予想するレースは札幌競馬場9レース芝 2600m Win5 対象1レース目です。これがこのレースの期待値グラフになります。2走前までは結構固まった期待値だけど前走で少し差が開いてる感じです。もう少し下を見てみます。この辺りに集中してますね。ここから上昇できるかが鍵になりそうです。一番下を見てみます。ここにメイビーとカナオールウェイズがいました。この子は前走以外は結構高めの期待値だからいきなりバッサリは危ない感じです。それではここから今回厳しいと思った子たちを一気に消して推奨候補の子だけを残したいと思います。はい、これで推奨候補として6頭になりました。それではここからは私がこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はアドマイアテラになります。この馬は金2走で1着ゾーンを超えており、しかも上昇中です。金2走連続で1着ゾーンを超えているのはこのアドマイアテラだけです。前走で 2000m から 2200m に距離を伸ばして上昇できている点からも今回の距離延長もプラスになると思います。斤量も前走から 2kg マイナスになる点も好材料です。この馬は少し後ろからの競馬をするタイプなので、このレースの構想条件の客室から少しずれている点も気になりますが、今回はルメール騎手になりますので、その点の位置取りは解消できると見ています。なのでこの高い期待値と騎手もプラス材料ですし、ここはこのアドマイアテラが二重丸評価になります。次に丸評価はレイデラルースになります。この馬は前走で1着ゾーンを超えてきています。その前走は今回と同じ距離の芝 2600m 線で出せていますので、今回の距離の適正は問題ないことがわかります。前走は逃げて勝利していますので逃げる可能性はありますが、他にも逃げそうな馬が何頭かいますので、ここは 2,3 番手でいくと思います。この馬は前目につけると能力を発揮できるタイプなので、今回の客室的にも向いていると思います。斤量も 55kg なのである程度恵まれていますし、現在3歳で上昇中という点からもここはこのレイデラルースが丸評価になります。次に黒三角評価はアスターブジエになります。この馬は2走前に1着ゾーンを超えてきており、この時は 2200m 線でのものです。前走で少し落としていますが、この時が今回と同じ 2600m でのものです。ただこの時は 0.8 秒差の1着と圧勝でしたので、下げていると言ってもまだ能力を出し切っていないとも捉えることもできます。前走はまくり気味に進めて今回と同距離で上がりも最速でしたし、そこは高く評価できます。それでも1着ゾーンからは少し下回っているのと、今回は斤量が 58kg になりますので、その点で評価をされてここは黒三角評価としました。抑え評価はカナーオールウェイズと我は海の子になります。カナーオールウェイズは前走で急降下していますが、この時はかなり重そうに走っていましたので、函館の容姿だとやや重が影響していると思います。
あと約5ヶ月ぶりのレースだった点も可能性はあります。4走前はある程度高い期待値も出せていますが、この時は8月の札幌の同舞台で中1周で1着になってますので、今回の叩き2走目はこの馬にとって巻き返しが期待できると思います。なので4走前の条件と重なる点もありますので、その点を評価して抑え評価としました。もう1頭の我は海の子は3走前にギリギリ1着ゾーンに届いています。そこから下降して前走は急降下しています。ただ3走前の時は 2400m 線、2走前は 2000m 線、前走は 1800m 線と距離が短くなればなるほど下降しています。逆に言えば距離が伸びると期待値は上げています。それでも一気に 800m の延長はきついと感じましたので、ここは抑え評価としました。以上が札幌9レースの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは札幌競馬場9レースの予想をまとめます。抑え評価、カナオールウェイズ、現在5番人気、我は海の子、現在4番人気、黒三角評価、アスターブジエ、現在3番人気、丸評価、レイデラルース、現在2番人気、二重丸評価、アドマイアテラ、現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いてミーファイバー候補の馬名を見ていきます。ミーファイバー候補、ここはアドマイアテラ、レイデラルース、アスターブジエの3頭で勝負します。以上が札幌9レースの予想になります。次に予想するレースは札幌競馬場10レース、ダート 1700m、リーン5対象2レース目です。このレースは後方からの客室はあまり良くないデータがあります。そしてこれがこのレースの期待値グラフになります。1着ゾーンを超えているのはレッドラグラスの前走とフォーチュンテラーの2走前、シダーの4走前だけですね。シダーは去年の2着馬です。もうちょっと下を見てみます。小頭数だけど差がある感じです。一番下まで見てみます。こんなに下にいました。このゲンパチハマジはずっと下を推移してるから消します。それではもっと絞っていって推奨候補の子だけを残したいと思います。はい。これで推奨候補として5頭が残りました。それではここからこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はレッドラグラスになります。この馬は前走で1着ゾーンを超えており、その時が今回と同距離で出せています。他の馬と比較してもだいぶ差のある期待値を出せていますので、この距離の適性は高いと判断できます。今回は中1周でのレースになりますが、1勝クラスを勝ち上がった時も中1周でしたので、叩いて良くなるタイプだと思いますので、今回も暴走してくると見ています。前走で走った相手もそこそこ強い相手でしたし、その相手に勝っている点と今のこの上昇度を買って、ここはこのレッドラグラスが二重丸評価になります。次に丸評価はストライクになります。この馬はまだ1着ゾーンには届いていませんが、手前付近で推移しています。着順を見てもなかなか勝ちきれないタイプですが、このメンバーなら上位の位置にいると思います。1600m 線よりも 1800m の少し距離が長い方が着順もいいので、前走から 100m の延長はプラスに働くと見ています。ただ今年に入って8戦目になり、スカイ詰めが気になりますので、その点も含めてここは丸評価としました。次に黒三角評価はフォーチュンテラーになります。この馬は期待値の推移にだいぶムラがあり、客室も後方一気の競馬が多い馬です。最後の上がりが使えると期待値は上昇していますが、使えない時は急降下しています。今回の暴走条件の客室とは異なりますが、後ろからが全くダメということもありませんし、2走前は1着ゾーンも超えてきていますので、能力はあると思います。距離も 300m の延長になりますが、客室的に見ても長めの距離の方が向いていると思います。展開待ちにはなると思いますが、グラフの推移から見ても今回は上昇するタイミングだと判断して、ここはこのフォーチュンテラーが黒三角評価になります。抑え評価はインバリアンスとバンドランになります。インバリアンスは金2層の期待値はグラフから外れてしまってますので全く評価できません。ただこの2層はいずれも出遅れして最高峰からでしたので度外視してもいいと思います。3層前と4層前は普
通にスタートできており、その時はある程度の期待値を出せていますので、スタートさえ決まれば能力は足りていると思います。今回は休み明けになりますので、出遅れ癖は解消していると思いたいところですが、やはり2回連続の出遅れは不安材料としてありますので、ここは抑え評価としました。もう1頭のバンドランは4走前から見ると下降傾向にあります。ただ金2走は 2100m 線で、3走前と4走前は 1800m 線です。明らかに距離を伸ばすと下降してますので、今回の 1700m はこの馬にとって上昇する可能性が高いと見ています。それでも全体の期待値として見ると、他の馬と比較しても少し劣る印象ですので、ここは抑え評価としました。以上が札幌10レースの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは札幌競馬場10レースの予想をまとめます。抑え評価インバリアンス現在8番人気、バンドラン現在5番人気、黒三角評価フォーチュンテラー現在4番人気、丸評価ストライプ現在2番人気、二重丸評価レッドラグラス現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いてインファイバー候補の馬名を見ていきます。インファイバー候補、ここはレッドラグラス1頭で勝負します。以上が札幌10レースの予想になります。次に予想するレースは新潟競馬場6レース芝 1400m ビーン5対象3レース目です。このレースは重馬場を想定して算出しています。レースの時間は3時10分だけど、いつもと違って第6レースです。そしてこれが期待値グラフになります。1着ゾーンを超えてる子もいるけど、前走だけだと誰も超えていないです。もうちょっと下を見てみます。前走で上げてきている子が多い印象です。しかも拮抗していて、このレースは混戦の匂いがします。一旦一番下まで見てみます。こんなところにもいました。ここにいるサニーオーシャン、サンカルパ、エピプランセスの3頭は消しでいきます。それではここから一気に絞っていって推奨候補の子だけにしたいと思います。はい。これで推奨候補として6頭が残りました。それではここからこのレースの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はプリモカリーナになります。この馬はまだ1着ゾーンには届いていませんが、金3走は今回と同じ芝 1400m 線を使っており、前走は高めの位置をマークできています。斤量もここで 1kg 減って出走できますし、騎手も変わった騎手なので安心できます。自身の期待値は3走前が一番高い期待値ですが、この時はやや重だったので、今回の道割れでも能力は発揮できると見ています。少し先行客室な点と期待値の振り幅も大きめなので、そこは気になりますが、ジョッキ一振りの経験から、ここはこのプリモカリーナが二重丸評価になります。次に丸評価はマルディランダになります。この馬は2走前で1着ゾーンを超えていますが、期待値の推移を見るとだいぶムラがあります。今回のこのレースは重馬場を想定していますが、このマルディランダは道割での成績が良く、先ほどの2走前もやや重で1着でのものです。今まで道割を2回経験していますが、1着と2着です。あとジョッキーが戸崎騎手ですが、この騎手はこのコースを得意としており、新潟芝 1400m 線は2131で勝率 28.6%、連帯率 42.9%、副勝率 85.7% で優秀です。客室も差し傾向の強い馬なので、この構想条件の客室にも合っています。ただ、1期の 400m の距離短縮という点と、期待値の振り幅の大きさから、ここは丸評価としました。次に黒三角評価は、カナテープになります。この馬は、前走の期待値がトップです。ただ、その前走以外の期待値は、それほど高くはありません。前走は、モレイラ騎手が乗ったこともあって、かなり上昇できたとも言えますが、前走は、馬体重もプラス 10kg になっていましたので、今が成長期を迎えている可能性もあります。今回の距離は、初めてになりますが、期待値の推移からも、距離を短くして上昇傾向にありますので、今回の 1400m 線でも、十分対応可能だと思います。ただこのレースは、差しや打っ込み馬が有利なレース傾向がありますが、この馬は 1800m 線の時は
しっかり上がりも使えていましたが、1600メートル線に短くしてからはいずれも上がりは7位で、少し客室もずれています。なので、ここでさらに距離が短くなって、指す競馬は難しいと判断して、ここは黒三角評価としました。抑え評価は、大元とオメガ逆転になります。大元は、この推奨馬の中で、比較的振り幅も緩やかな推移をしていますが、新潟の成績が良く、今まで3勝を挙げていますが、そのうち2勝は新潟でのものですし、その2勝のうちの1勝は、道割でのものなので、今回の道割も問題ないと思います。2走前は落馬があり、競争中止になっており、前走はうまく立て直しができていませんでしたが、今回は得意の新潟になりますし、ここで上昇する可能性は高いと見ています。それでも他の馬と比較しても、少し劣る印象ではありますので、ここは抑え評価としました。もう一頭のオメガ逆転は、3走前の期待値が高く、このメンバーの中で一番高い期待値をマークできています。ただそこから下降傾向にあり、前走では、このメンバーの中で最下位まで落ちています。しかも1400メートル線で落とし続けている点は、不安材料ではあります。ぐっと乗ってきていた戸崎騎手が、今回はマルディランダに乗る点からも、今回の期待値としては、上昇する可能性は低いと思われます。それでもやはり、3走前で一番高い期待値が出せる能力は、評価するべきなので、ここは抑え評価としました。以上が、新潟6レースの期待値評価になります。それじゃあ、馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは新潟競馬場6レースの予想をまとめます。抑え評価大元現在7番人気、オメガキャプテン現在4番人気、黒三角評価パナテープ現在1番人気、丸評価マルディランダ現在3番人気、二重丸評価プリモカリーナ現在2番人気。ここまでが予想の印になります。続いてインファイバー候補の馬名を見ていきます。インファイバー候補、ここはプリモカリーナ、マルディランダの2頭で勝負します。以上が新潟6レースの予想になります。次に予想するレースは、札幌競馬場11レース、芝 1800m、イン5対象4レース目、クイーンステークス G3 です。このレースの客室は、ある程度フラットだけど、右馬はあまり良くないですね。前走でビクトリアマイルを使った子が、構想している傾向があります。そしてこれがこのレースの期待値グラフになります。1着ゾーン付近にもたくさんいます。もうちょっと下を見てみます。ここにいるラゲール、ウィンピクセスと北ウィングは上昇しているけど、1着ゾーンにはまだまだ届いていないから、ここは消しでいきます。一番下まで見てみます。ここに2頭いました。これはボンドガールとコンクシェルです。この子たちは急降下してるけど、他は高めの期待値だから考えます。それではここからもっと消していって、推奨候補の子だけを残したいと思います。はい。これで、推奨候補として6頭になりました。それではここから、クイーンステークスの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価は、ルアイズになります。この馬は、前走の期待値がトップです。他の馬とそこまで差はありませんが、このレースは、前走がビクトリアマイル組の構想が多く、このルアイズは、そのビクトリアマイルで4着で、一番最上位です。今回の札幌の舞台も過去に2回走っており、2回とも2着に来ており、その時は今回と同じ芝 1800m 線でのものなので、この舞台の適性も見せています。3走前の落葉ステークスでも1着ゾーンを超えてますので、前走のビクトリアマイルでの高い期待値がフロックではなかったとも言えます。以上の点から、ここはこのルアイズが二重丸評価になります。次に丸評価はウンブライルになります。この馬は前走の期待値は3番手になりますが、1着ゾーンは超えてきています。4走前の NHK マイルカップで2着の時の期待値は1着ゾーンには届いていませんが、かなり高い期待値を出せていますし、4走前だけで見るとこのメンバーの中でトップの期待値です。前走でビクトリアマイルを使っている点も構想条件に当てはまりますし、ここでジョッキーがルメールになる点も好材料です。今回が初めての 1800m と自身で一番長い距離になりますが、今まで9回走って5回が上がりが1位をマークできていますので、距離が伸びた方が流れに乗りやすく、
しっかり足を溜めれるので、能力が出しやすい可能性があります。その点から、ここはこのウンブライルが丸評価になります。次に黒三角評価はエリカビータになります。この馬は前走の期待値がこのメンバーの中で2位です。1着ゾーンも超えていますし、そこは高く評価できます。ただその前走以外の期待値は低く、全く評価できません。落としている4走前と2走前が今回と同じ距離でのものなので、今回の距離適正も不安が残ります。今まで14回走ってきて、新馬戦と3戦目のフローラステックスの時の2回しか馬券になっていませんが、前走でここまで上昇できている今回なら、3度目の馬券内の可能性はあると思います。ここまで上げれる機会もそんなにないと思いますので、人気はないと思いますが、思い切って、ここはこのエリカビータを黒三角評価にしたいと思います。抑え評価は、オリアーナとイフェイオンになります。オリアーナは、ルアイズと同じような推移をしており、前走と3走前で1着ゾーンを超えています。ただこの馬は、客室がかなり追い込み客室で、毎回ほぼ最高峰からの競馬をしています。今回の構想条件の客室としては、追い込み馬は、そこまで悪くはありませんが、今回のメンバーを見ても、そこまでペースも速くならない可能性がありますし、札幌の舞台で、最後の直線も長くないので、能力が出し切れない可能性があります。ただ過去に一度この舞台で走っており、その時は2番手につけて1着になっていますし、その時はルアイズに 0.3 秒差をつけて勝っています。その時は今の客室とは違いますが、洋芝の適性は証明できていますので、その点から、ここはこのモリアーナを再評価としました。もう1頭のイフェイオンは、まだ5回しか走っていませんが、4走前でいきなり高い期待値を出せており、ウンブライルに次ぐ2位の期待値です。前走の NHK マイルカップで5着の時で、期待値も上昇できています。この時は、最後の直線で完全に前を邪魔されて馬が浮き上がってしまってましたが、そこから再度加速して5着まで迫ってきていました。あの振りを受けてもまだ再度加速してきていましたので、かなりの勝負根性があると判断できます。そこから斤量も3キロ減って52キロで出走できる点も恵まれていますし、新馬戦からずっと乗ってきている西村騎手が継続騎乗なのもプラスです。期待値は他の馬と比べると劣っていますが、能力を発揮できれば十分1着ゾーンまで届いてもおかしくないと思いますので、ここは抑え評価としました。以上が札幌11レースクイーンステークスの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは札幌競馬場11レースの予想をまとめます。抑え評価モリアーナ現在5番人気、イフェイオン現在8番人気、黒三角評価エリカビータ現在11番人気、丸評価ウンブライル現在2番人気、二重丸評価ルアイズ現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いて B ファイバー候補の馬名を見ていきます。 B ファイバー候補、ここはルアイズ、ウンブライル、イフェイオンの3頭で勝負します。以上がクイーンステークスの予想になります。最後に予想するレースは新潟競馬場7レース千葉 1000m 直線イン5対象5レース目アイビスサマーダッシュ G3 です。新潟は猛暑対策で変則的になってて、このレースは第7レースになります。馬場は重馬場を想定して算出しています。そしてこれがこのレースの期待値グラフになります。このレースは外枠が有利なレースだけど、枠順発表を前に算出してる期待値だから枠順は考慮していないです。1着ゾーンを超えてる子はチェイス・ザ・ドリームの前走とファイアダンサーの前走だけですね。もうちょっと下を見てみます。パッと見だと前走で上昇してる子と一気に下げてる子で分かれてる印象です。一旦一番下まで見てみます。この辺りでずっと推移している TM スパーダ、アビックチアは消しでいきます。それではここから思い切って絞っていって推奨候補の子だけにしたいと思います。はい、これで推奨候補として6頭が残りました。それではここからアイビスサマーダッシュの予想を発表したいと思います。このレースの二重丸評価はチェイス・ザ・ドリームになります。この馬は金4走のうち前走だけが芝レースでのもので、
今回と同じ新潟直線 1000m 戦で韋駄天ステークスで1着でのものです。そこでいきなり1着ゾーンを超えてきていますので、この舞台の適性が高いことがわかります。前走が韋駄天ステークスという点もこのレースの構想条件としては合っていますし、先行できる点も好材料です。今回は重馬場を想定していますので、その点が未知数ですが、この期待値グラフも重馬場想定で算出していますので、十分上位進出可能と見ています。ステップレースとしても申し分ありませんし、過去にダートで走ってきている点もこの構想条件に合っています。客室的に見ても先行できますので、開幕週の新潟は向いていると思いますし、ここはこのチェイス・ザ・ドリームが20丸評価になります。次に丸評価はファイヤーダンサーになります。この馬は前走の韋駄天ステークスで3着でしたが、ギリギリ1着ゾーンに届いてきています。この馬は勝ち切るという点ではあと一歩という感じですが、今までのこの舞台の成績は0-2-1-3と勝率は 0% ですが、連帯率 33.3%、副勝率 50% ですし、去年のこのレースでも一番人気に押された馬ですので、実力はあると思います。客室は後方からのタイプなので、その点が少し気になりますが、新潟直線の時は全て上がりが3位以内にまとめていますので、確実に足は使ってこれると見ています。前走でも1着ゾーンに届いていますので、ここはこのファイヤーダンサーが割る評価になります。次に黒三角評価はマイヤーポアになります。この馬は3走前を見るとこの中でトップの期待値です。その時は今回と同じ新潟直線 1000m でのものです。しかもその時は5番ゲートから勝利していますので高く評価できます。金2走も新潟の同舞台で2走前はだいぶ落としていますが、7番ゲートという最悪の枠でほぼ最高峰からの競馬でしたので度外視してもいいと思います。3走前で期待値も戻せている点からもこの舞台の適性は高いと思われます。なのでここはこのマイヤーポアが黒三角評価になります。抑え評価はデュアリストとマウンテン娘になります。デュアリストは他の馬と比較すると期待値は劣る印象ですが、これは全てダート戦でのもので、ダート戦でもここまで上げれるなら十分勝負可能だと思われます。このレースはダート経験のある馬の構想も多いので、その点でもいいと思います。あとこの馬は道割での構想も目立ちます。今までの道割の成績は4114で勝率 40%、連帯率 50%、副勝率 60% と道割で4勝も挙げています。なのでこの道割適正とダート経験がある点も含めて期待値もそこまで見劣りする位置ではありませんので、ここはこのデュアリストを再評価としました。もう一頭のマウンテン娘は前走の韋駄天ステークスでチェイス・ザ・ドリームの2着になっており、期待値は1着ゾーンを下回っていますが、高い期待値をマークできています。ただその前走以外の期待値は全く評価できず、4走前と3走前は今回と同舞台ですので不安はあります。この舞台で道割だった場合の成績は1101で勝率 33.3%、連帯率副勝率ともに 66.7% と道割適正は見せています。前走以外は評価できませんが、それでも前走はこのレースと相性のいい韋駄天ステークスで2着ですし、道割適正を考慮してここは抑え評価としました。以上が新潟7レースアイビスサマーダッシュの期待値評価になります。それじゃあ馬名と人気をまとめてもらいましょう。それでは新潟競馬場7レースの予想をまとめます。抑え評価デュアリスト現在11番人気、マウンテン娘現在7番人気、黒三角評価マイオーコア現在5番人気、丸評価ファイアダンサー現在4番人気、二重丸評価チェイス・ザ・ドリーム現在1番人気。ここまでが予想の印になります。続いてミーファイバー候補の馬名を見ていきます。ミーファイバー候補、ここはチェイス・ザ・ドリーム、ファイアダンサー、マイオートア、デュアリストの4頭で広めに勝負します。以上が新潟7レースの予想になります。以上が今回の予想になります。
もちろん競馬は予測不能な要素も多く含まれていますので、必ずしも的中するものとは限りません。それでも私たち独自の予想メソッドに基づいて厳選された馬たちですので、ぜひ参考にしていただければと思います。今後もヌーの競馬場から予想を配信していきますので、ぜひチャンネル登録といいねの評価をいただけたら幸いです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。次回の予想もお楽しみに。